本日は皆さん、僕たちのためにお集まりいただき、ありがとうございました。僕は母一人に育てられたので、幼少期に楽しい思い出は一つもありません。は？と漏らしてしまった私の隣で、元夫がクスクス笑っている。息子の謝辞は続く。大好きだった父親と離れ離れにされ、離婚した理由も教えてもらえず、欲しいものもどんなにねだっても買ってもらえませんでした。これから生まれてくる子供には、僕はそんな思いだけはさせたくないと思っています。妻をシングルマザーにしたくない。だから結婚して幸せにする。という内容のスピーチをした息子に拍手を送ったのは、元夫だけだった。時は十数年前、私、かなえは、夫の圭一の浮気癖に耐えきれず、夫との離婚の道を選んだ。離婚の道を選んだというよりは、その道以外になかったと言った方が正しかったかもしれない。夫は浮気相手の女のもとに行ってしまい、ほぼ帰ってこなくなってしまったから。当時小学生だった息子の祐介は、私が悲しくなるほどにパパっ子だった。圭一は夫としては最悪だったが、子供の父としては最高だったのだろう。家計も考えずに祐介が欲しがるおもちゃを買い与え、祐介が行きたいと言えばどこにでも連れて行く。私にとっては最悪の夫との別れだったが、祐介にとっては最高の父との別れを経験し、私たち親子はそこからギクシャクしていったように思う。圭一は決して稼ぎがいい方ではなかった。にもかかわらず、家の貯金にも手を出し、浮気相手に貢いだり、祐介にゲームを買い与えたりしていたため、離婚後の財産分与はスズメの涙。慰謝料や養育費も圭一は自分の両親と絶縁していたため、支払い能力がほぼなく、わずかしかもらうことはできなかった。そのため、私は離婚後は正社員として必死に働くしかなかった。フルタイムで働いていると、学童に迎えに行くことが遅くなることも。祐介はよく学童で最後の一人になっており、その度に私に文句を言った。お母さんが早く帰ってきてくれないから、いっつも僕は一人ぼっちだ。ごめんね。お母さんも頑張るから、祐介も頑張ってほしいんだ。やだよ。なんでお父さんはいなくなっちゃったんだよ。僕はお父さんのところに行きたい。拗ねた祐介がそういうたびに、私は、ごめんね、と言うしかなかった。圭一はあんなに可愛がっていたのに、祐介の親権を取ろうとはしなかった。浮気相手の女と暮らすのには、祐介は邪魔だとまで言っていたくらい。そんな自分勝手な父親の姿を伝えるわけにもいかず、私は祐介に離婚の理由は告げずに何年もの時を過ごした。祐介は圭一に甘やかされていたせいで、何でもかんでも新しい流行りのおもちゃが出ると欲しがったが、私は全てを買い与えることはしなかった。圭一に似たのか、それとも圭一の教育方針のせいなのか、どちらが理由かはわからなかったが、祐介はわがままなところがあったため、我慢を覚えさせたいと思った。祐介が、このゲーム欲しい、買ってよ、と言ってくると、私は、お誕生日にね、と答えた。特別な日でもないのに、高いものは買ってあげられないと説明をすると、祐介はいつも不服そうにして、お母さんはもういいや、お父さんに買ってもらおうから、と言って、いつも圭一に甘える。月に一度の面会日に、祐介は圭一にいろいろなものを買ってとお願いして、圭一もまた祐介に買い与えてしまうため、私は頭を抱えていた。
これでは私が悪者になる一方だ。圭一には何でもかんでも買い与えるのはやめてくださいと連絡をしたが、既読無視。私がどんなに泣いても浮気をやめてくれなかった人が LINE で言ったくらいで私が嫌がることをやめてくれるはずもなかった。祐介は反抗期にはものの見事にぐれてしまい、その対応にも私は大変な苦労をした。夜遊びに出かけたり、学校の校則を破ったりとやりたい放題な祐介のために、私は学校の先生に何度謝りに行ったかわからない。だが、そんな日々も過ぎ去れば、子供らしくて可愛かったな、と思えるくらいには、私は祐介に愛情を注いで育ててきた。そして、そんな祐介も社会人となり、ある日、恋人の玲香さんを連れてきた。玲香さんは私の会社の後輩である。うちの職場には男性がいるが、みんなおじさんばかり。わずかな若い男性社員には、玲香さんの好みに合う人はいなかったようで、玲香さんの口癖は、出会いがないです、だった。そんな玲香さんに、ダメ元で、うちの息子でよければ紹介するわよ、と言って写真を見せたところ、玲香さんは思いのほか食いついてきた。息子にも玲香さんの写真を見せると好感触。二人にお互いの連絡先を伝え、あとはそっとしておいたが、二人はいつの間にか恋人関係になり、この日は改まった様子で我が家へとやってきた。来てくれた玲香さんと祐介にお茶を出しながら、私はそわそわしていた。恋人同士の二人が揃ってうちにやってくるなんて、結婚したいという話なのではないかと気持ちが浮ついていたのだ。私の予想は当たっており、祐介は、実は、玲香と結婚したいと思ってるんだ、と照れた様子で言った。お腹に赤ちゃんがいて。玲香さんが微笑んで、まだ平べったいお腹を撫でる。ここまでは予想していなかった私は、まあ、よかったじゃない、と大喜びしながら、お祝いに、と言って、二人のために用意していたケーキを三人で一緒に食べた。反抗期も激しく、育てるのに苦労した祐介だが、これでようやく子育てを終えられたような気がして、私はほっとしたのだった。祐介と玲香さんは、玲香さんのお腹が目立ってくる前に挙式したいとのことで、結婚までトントン拍子に話が進んでいった。両家顔合わせの場もすぐに用意され、玲香さんのご両親にご挨拶をする。レストランの個室で行われた顔合わせ。初めて会った玲香さんのご両親は、聡明で明るい玲香さんのご両親だとすぐにわかるような、温かくて優しい人たちだった。玲香さんは、両親がどのように自分を育ててくれたかも話して、自分の両親を紹介していた。時々、冗談も交えながら話す玲香さんは、私の大切な両親です。かなえ先輩にも仲良くしていただけると幸いです。と紹介を締めくくった。次は私が紹介される番。緊張しながら何を言われるのだろうと思っていると、祐介は私を手で指し示して、母です。以上。と言った。玲香さんもそのご両親もポカンとしていたが、私が一番ポカンとしてしまった。シングルマザーでありながら、私なりに努力して祐介を育てたつもりだ。それなのに紹介は、母です、の一言なのか。悲しさと悔しさをじわりと感じたが、とりあえずこの場の空気をどうにかしなくてはと思った私は、すみませんね、うちの息子はシャイなもので、と言ってごまかした。
麗華さんも、そうそう、ゆうすけくんシャイなんですよ。と必死にフォローしてくれて助かった。ゆうすけは空気のフォローをするわけでもなく、黙々と自分に運ばれてきた料理を食べている。こんな子に育てた覚えはないが、育ってしまったのだろうかと思うと、悲しくて仕方がなかった。そして、結婚式当日がやってきた。出産前に大急ぎで行われた挙式ではあったが、ゲストも多く集まり、いい結婚式だなと思うことができた。だが、席順は考えてほしかったと思う。普通、私の隣に離婚した夫である圭一を座らせるだろうか。LINE でやり取りをすることはあったが、久しぶりに会った圭一は、よー、元気かと気軽に話しかけてきて、本当に腹が立った。圭一に浮気をされ続けて、まだ幼い祐介を抱いて泣き暮らしたあの日々がフラッシュバックした私は、冷たく、どうも、とだけ返して、それ以降は圭一から話しかけられても無視をした。圭一は、ご祝儀は高かったが、祝いの場は酒がうまいからいいな、と言って、どんどん酒を飲み、酔って気分が良くなったのか、反応のない私に何度も話しかけてくる。かなえは俺が結婚前から浮気してたのに気がつかなかったもんな。ゆうすけも俺の遺伝子が入ってるんだから、もう一人くらい女がいたっておかしくねえぞ。ゆうすけのゲストに女はいないのか？結婚式の場でそんな話をする人は、圭一以外いないのではないだろうか。酔って真っ赤な顔で席次表を見ている圭一の下劣さに、イライラが積もっていく。だが、ここは祝いの席だ。祐介の顔を立てるためにも、必死で私は怒鳴り出すのを我慢した。式は問題なく進んでいき、最後に祐介による謝辞のスピーチが用意されていた。出口前に両家が立ち、祐介が手紙を一枚持って、スタッフからマイクを受け取る。スポットライトを浴びた祐介は何を言うのだろうか。ドキドキしながら祐介の言葉を待っていると、祐介は言った。本日は皆さん僕たちのためにお集まりいただき、ありがとうございました。僕は母一人に育てられたので、幼少期に楽しい思い出は一つもありません。は？と漏らしてしまった私の隣で、圭一がクスクス笑っている。祐介の謝辞は続く。大好きだった父親と離れ離れにされ、離婚した理由も教えてもらえず、欲しいものもどんなにねだっても買ってもらえませんでした。これから生まれてくる子供には、僕はそんな思いだけはさせたくないと思っています。麗華さんをシングルマザーにしたくない。だから結婚して幸せにする。という内容のスピーチをした祐介に拍手を送ったのは圭一だけだった。会場の空気は一気に凍りつき、私は悲しみの中、視界に入った圭一の様子を伺う。圭一は、いや、よく言った、とヤジを飛ばしており、私は今まで祐介にされたすべての仕打ちに怒りと悲しみを覚えた。両家顔合わせの場でないがしろに紹介されたことも、結婚式の場で圭一の隣の席に座らされたことも、今こうして侮辱されたことも、とてもじゃないが許せたことじゃない。覚悟しとけよ、と心の中でつぶやきはしたものの、私は悲しさと悔しさで動くことができなかった。動いたのは麗華さんだった。今の祐介さんのスピーチはとんでもない間違いです。祐介からマイクをひったくった麗華さんは前のめりになって訴えていた。
かなえさん、ゆうすけさんのお母様はとても立派な人です。うちの会社で女性の身でありながら部長の身まで上り詰めたのは麗華さんが初めてなんです。そう。実は私は女性にもかかわらず仕事で評価されて部長にまで上り詰めていた。ゆうすけは私の役職になんて興味がなかったため知らなかったのだろう。部長？母さんが？と驚いた声を上げていたが、その声をかき消すように立ち上がってくれたのは、麗華さんのゲストとして呼ばれていた私の部下たちだった。そうだ、かなえさんはみんなに平等に接してくれる素晴らしい上司なんだ。子育てをしていた時も、かなえさんは息子さんであるゆうすけくんのことを思っていない日はなかったんだ。古株の社員は、私が育児をしながら仕事をしていたことを知っている。必死に育児をしながら仕事をこなしていた私を評価してくれていたことが、心から嬉しかった。麗華さんは、きっとゆうすけを睨んでから、マイクを通して言った。私は、ゆうすけさんとは離婚させていただきます。は？どうして？実の母親の努力を知ろうともせず、大切にしようとも思えない人に、妻子を大切にできるとは思えないから。シングルマザーだから子供が不幸になるわけではありません。あなたが勝手に不幸だと思い込んでいただけです。ゆうすけを睨んだまま言った麗華さんは、ウェディングドレス姿でゲストたちに頭を下げた。本日いただきましたご祝儀はお返しいたします。せっかく来ていただいたのに申し訳ございません。麗華さんの言葉に、よく言った、と誰かが言うと、その声の後に拍手が続いた。ゆうすけは真っ青な顔で狼狽する中、麗華さんは凛とした表情で立っており、その姿はとても美しかった。披露宴会場からはぞろぞろとゲストが出ていき、圭一もいつの間にか会場から消えていた。残ったのは私と麗華さんのご両親だけ。麗華さんのご両親は顔を真っ赤にして怒っており、私が、息子が申し訳ございません、と謝ると、謝るべきはあなたではありませんよ、と麗華さんのお父様が優しく言ってくれた。麗華さんに、行きましょう、と声をかけられて、私たちも披露宴会場から退出する。ロビーに残されたまま、なんでだよと叫ぶゆうすけの姿は、哀れで惨めなことこの上なかった。その後、麗華さんとゆうすけは本当に離婚してしまった。ゆうすけはすでに麗華さんと共に暮らし始めていたため、最初は実家である私が住んでいた家に帰ろうとしていたらしい。だが、私はゆうすけに行き先を告げずに引っ越していたため、ゆうすけは行き場をなくしてしまったようだ。困ったゆうすけは私に電話をかけてきた。母さん、今どこにいるんだよ。実家が急になくなるなんて困るよ。ゆうすけは私に育てられて楽しかったことは一度もないんでしょ？じゃあ、これからだって一緒に暮らしても幸せなことは何もないわ。だから私の居場所を教えるつもりはないから。そんなこと言うなよ、母さん。一人で暮らすなんて寂しいよ。泣きそうな声を出すゆうすけに心は揺れたが、ゆうすけのスピーチを思い出すと、やはり一緒に暮らすべきではないと考えてしまった。お父さんが大好きだったんでしょ？お父さんのところに行くといいわ。私にはもう関わらない方がいいんじゃない？あなたの幸せのためにも。母さん、ちょっと待ってくれよ。そうだ、あのスピーチは冗談のつもりで。あんな場で冗談を言うような息子を育てたつもりはありません。さようなら。元気で生きてね。電話を切った後、私はゆうすけの電話番号を着信拒否に設定した。
息子との縁を切ることは悲しかったが、祐介に今までないがしろにされてきた私は、どこかすっきりとした思いも感じていたのだった。圭一からの連絡で聞いた話だが、祐介は私の最後のアドバイスを聞いて、圭一の家を訪れたらしい。圭一はちょうど女が途切れたところだったらしく、やってきた祐介を受け入れてくれたそうだ。寂しがり屋の祐介は圭一と暮らすことになったが、わがままな二人が一緒に暮らしてそうそううまくいくはずがない。酒癖の悪い圭一は毎晩酒を飲んでは祐介に失礼なことを言い、毎晩二人は大喧嘩。さらに圭一は祐介の財布からお金を拝借して、そのお金をギャンブルに突っ込んでしまい、祐介は激怒して家を出て行ってしまったそうだ。圭一も、あんなケチな息子はいらねえよ。散々いろんなもの買ってやったのに、自分はちょっと金取られたくらいで大騒ぎだ。と祐介に文句を言っていたため、今後圭一が祐介を助けることはないだろう。今はどこにいるか知らないが、本当に一人ぼっちになってしまったようだ。そんな祐介とは反対に、私は楽しく過ごしていた。麗華さんが孫を連れて、たびたび遊びに来てくれるから。シングルマザーの先輩として、いろいろ教えてください。と言ってくれた麗華さんに、私は、まずは、あんなわがままな息子に育てちゃダメってことね。と言うと、麗華さんは笑っていた。孫は可愛いし、麗華さんのことを私は娘のように思っている。麗華さんのご両親とも交流は続いており、時々麗華さん一家と私で小旅行に行くほど仲が良くなった。子供を産んで分かりましたけど、子育てって思ってた何倍も大変ですね。これをご両親の助けもなく一人でやっていたかなえ先輩は、やっぱりすごいです。ことあるごとにそう言って私を褒めてくれる麗華さんに、私は謙遜することなく、ありがとう、と答えることにしていた。そんなことないよ、と言ってしまうと、あの頃の頑張っていた自分を否定してしまう気がしたから。夫にも、育てた息子にも認められなかった努力。自分自身くらい認めてあげてもいいだろう。こうやって、麗華さんが孫を連れてきてくれることが私の楽しみの一つになっていく。孫が少しずつ成長していく様子を麗華さんと一緒に見守ることができて幸せに思っている。